ボンジュールパリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今回の動画では日曜日のパリのブロカントをお散歩気分で巡ります。そして私にとっては大発見の美味しいものもたっぷりとお届けいたします。動画の締めくくりには私のささやかな購入品の紹介もありますので、どうぞのんびりと最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。毎月第1日曜日といえばジュシュのブロカントが開かれる日です。この日はイースターの連休ということもあって、街はなんとなくのんびりムード。私は友人のキコさんとリラックスした午後の時間を過ごそうと思って出かけて行きました。毎回何かしら魅力的なものに出会う。しかも想像もしてなかったものと出会ったりする。それがブロカントの魅力かもしれません。こちらのスタンドの食器はどれもこれもとっても魅力的です。別のスタンドで私はこのオブジェにとても惹かれました。これはおそらく日本で使われていたものなのではないでしょうか。桃を背負った子供が描かれているところを見ると、これは何か食べ物と関係があるんではないかしら。お弁当を入れて運んだのではなどという想像も膨らみますけれど、いかがでしょう。キコさんはこれに惹かれました。これおそらく壁に貼られていたものなんでしょうね。釘がついたままです。今日私はなんだか箱物に惹かれています。キコさんが私に言いました。春江さん、去年もここで箱を買ってるわ。なんと同じスタンドだったとは。これはミルク入れでしょうね。思わず足を止めてしまう魅力的なスタンド。やはりこちらのムッシュのスタンドでした。今日のこのスタンドのスターはこれじゃないかしら。ムッシュによると19世紀のものだそうです。手に取ってみるとこれがとっても重たいんです。靴の中に藁が入っていました。しかも靴底には馬の蹄鉄を思わせるような金具が使われています。私はこのような靴を初めて見ました。ちなみにお値段は30ユーロ。学生さんたちがとても興味深そうにこの靴を手に取っています。結局購入には至りませんでした。どうしてかというと、サイズが合わなかったからなんです。オブジェとしてめでるためにではなく、実際にこれを履こうと考えていたところが、なんだかとても好感が持てます。これはジャンヌ・ダルクの生涯をテーマにしたシリーズのお皿ですね。このブロカントでの私たちの大発見はこちらです。
これはなんと18世紀の日記帳のようなんです。ご覧になれますか？1700年代の日付が並んでいます。このスタンドの若い男性は、どうぞどうぞと私たちにこんな風に自由に触らせてくれていますけれども、古文書館とか博物館に所蔵されても良いくらいのものなのではないでしょうか。このチャンネルの前回の動画ご覧いただけましたでしょうか。18世紀の一日という展覧会をご紹介しました。まさにあの時代に生きていた方がしたためていたものなのですよね。18世紀後半といえばと、私たちはある日付を探していました。革命に関するものです。そして見つけました。1793年1月21日、フランスの王を処刑すると書いてあります。こちらのスタンドのムシュはとりあえず300ユーロと値段を私たちに教えてくれたものの、すぐにいくらなら買うと逆に私たちが質問をされました。私たちはそれに対する答えを持っていませんでした。キコさんも私もあの日記帳の存在に呆然としながらブロカントを後にしてどこかでお茶にしたいと思いました。そしてたまたま2人ともが気になっていたこちらの店にやってきました。サンペールという名前のカフェ、リュクサンブール公園のすぐそばに去年オープンしたお店。幸い今日は私たち並ばずに入れそうです。こちらを注文しました。キコさんはバニラアイスクリーム、エシレミルクを使ったアイスクリームなんです。これはかなり美味しい。そして抹茶ラテ。抹茶の美味しさをよくご存知の方たちが作っている抹茶ラテだと思いました。そしてこちらがとっても個性的ですよね。抹茶ラミントンというケーキです。スポンジケーキをチョコレートソースでコーティングして乾燥ココナッツをまぶしたもの。オーストラリア発祥のデザートのようで、これはパリではあまり見かけません。しかもそれを抹茶で作っているようで、このお店のスペシャリティです。私は結局これを全部食べきれませんでした。するとスタッフの方が気を利かせて持ち帰り用の紙袋を持ってきてくださいました。ところでこのカフェの1号店はサンジェルマン・デ・プレ界隈のルー・デ・サンペールにあるんです。それがこちら。リュクサンブールの方の店を訪れた数日後に、私はここで遅めのランチをしようと思います。ブランチメニューの一番上に書いてあったアボカドトーストパリジャンというのをお願いしました。美味しそうですよね。スモークサーモンの内側にはカリフラワーも忍ばせてありました。他のテーブルに運ばれてきていたお料理もどれも美味しそうでした。
食後に私はマキアートもお願いしました。このミルクもやはりエシレミルクが使われているんです。すごくまろやかで上品な甘さ。とても上等なマキアートでした。さて、4月の第2日曜日はパリマラソンの日です。パリの春はマラソンランナーたちが運んでくる。私は毎年この季節になるとそんな風に感じます。そしてこの日、パリ10区レピブリック広場とサンマルタン運河の間のエリアでブロカントが開かれているというので行ってみました。私にとってはこのお店があるためにリピートしている場所。デュパン・エ・デジデ、クリストフ・ワサーさんが立ち上げたこだわりのパン屋さんです。私はこの近くに用事があると必ずここに立ち寄ります。それくらいこちらのパンは美味しい。1月に訪ねた時の様子、この時はまだガレットがありましたね。いつも必ず買って帰るのがこのパンデザミ。外側はしっかりとしたテクスチャーで、中はしっとりもちもち。そしてこの日私はもう一つの名物エスカルゴもいただいて帰りました。さて、ブロカントの日、デュパン・エ・デジデは土曜日日曜日がお休みなので、お店の前にブロカントのスタンドがずらりと並んでいました。ここでのブロカント、私は初めて訪ねます。場所が違うと陳列してあるものもなんだかとっても新鮮に感じます。この箱、可愛らしいでしょう。中には編み棒が入っていました。マダムは他のものも一つ一つ親切に説明してくれました。Vous savez, c'est des fourmettes dans les vêtements. Alors dans le temps, c'était le nom et le prénom. Et quand ils donnaient au teinturier, et ben comme ça, il y avait le, voilà. Ça s'appelle des monogrammes. Monogramme, d'accord. Alors tous les vêtements des enfants étaient numérotés. Et le 17, c'est mon chiffre d'heure. Ah oui. とっても状態のいいカフェオレボールですね。こちらのスタンドも何か惹かれるものがあります。いよいよホワイトアスパラの季節になりましたね。アスパラガス用のお皿は私今までずいぶん見てきたような気がします。けれども毎回新しいタイプのものに出会う、そんな気がします。このカゴも私はちょっと気になりました。こんな風に畳めるんですね。
小さい方が5ユーロ、大きい方が10ユーロとおっしゃっていたような気がします。このピッチャーがなかなか面白いと思いませんか？すると別のスタンドで同じ図柄のプレートを発見。また別のスタンドで同じ柄を発見。そして私はその隣のランプシェードがちょっと気になりました。これらのお皿は1枚1ユーロ。そしてこちらは2枚で1ユーロ。なかなかお買い得ですね。この建物に暮らす住人の方々が出店しているスタンドもありました。さて、私が何を購入したかは動画の締めくくりにご紹介しますね。ところで先ほどのパン屋さんクリストフ・ワッサーさんの新しい試みをご紹介したいと思います。この日は水曜日。まずはいつものように私はパンデザミを買います。そして本日のお目当てはお隣なんです。パン屋さんの隣にレストランがオープンしたんです。クリストフさんの試みですから、私はぜひトライしてみたいとずっと思っていました。そしてこの日、友人のカコさんと一緒に来てみました。このレストランのスペシャリティはピザ。しかも分け合って食べるピザ。Et celui-là qui est un peu plus relevé, qui a plus de goût. 私たちがオーダーしたピザが焼き上がりそうなところでクリストフさんが声をかけてくれました。先ほどの黒板のリストから私たちは4種類のトッピングを選びました。そして火を通さない方が良い食材はこのようにしてクリストフさんが焼き上がったピザの上に最終的に盛り付けしてくれているんです。Et là maintenant qu'est-ce qu'on fait? On coupe parce que vous allez la manger avec les doigts. Oui. Ah oui. このピザの生地はパンデザミのレシピをベースにした長時間発酵の生地です。Et le principe de cette pizza c'est qu'on la partage. Donc on mange avec les doigts. Voilà. Et voilà. Voilà, itadakimasu. Hai.
ここではナイフとフォークは使わずに手で食べる。手を使って食べるとナイフフォークで食べるときとは味わいが違うとクリストフさんはおっしゃいます。私たちはアスパラガスがトッピングしてあるピザからスタートしました。パルメザンチーズ、そしてレモン汁。こちらはジャンボンドゥパリとブラータ。ジャンボンドゥパリが何層にもなっているのがわかりますか？次はこちら。玉ねぎ、シェーブルチーズ、黒オリーブのトッピングです。リンゴとゴルゴンゾーラチーズ。これは普通のピザとは全く別物。なるほどと思ったのは、ただ単に複数のトッピングが選べるというだけではなくて、前菜、メイン、デザートという一つの流れがこの一枚のピザの上で完結できる感じなんです。私たちはかなりお腹いっぱいです。このレストランの方はウィークデーのお昼、そして水曜、木曜、金曜の夜の営業です。お約束の購入品の紹介です。私は今回これを買いました。ランプシェードです。スタンドでこれを見かけたとき、私が以前から使っているこの照明器具を模様替えしてもいいかもと思いました。ちゃんとサイズが合うのかどうか不安だったんですが、この通り、なんとか様になったでしょうか。ちなみにこちらのお値段は最初8ユーロとスタンドのムッシュがおっしゃったんですが、それがすぐに6ユーロになったので、そのお値段で購入させていただきました。最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？お楽しみいただけましたでしょうか？この動画が良かったと思われたら、どうぞ高評価をお願いいたします。また、チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お寄せいただくコメントがとても励みになっております。どうもありがとうございます。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。